東海道中膝栗毛2、東京から横浜まで。やじさんと北さんは手形や薬などを準備して、やじさんの家から一緒に出発しました。持ち物は少なかったですが、借金はたくさん置いていきました。借金で困って駆け落ちするみたいだね。やじさん、借金のことはもう忘れましょう。金貸しも忘れてくれるかな。二人は笑いました。やがて鈴ヶ森に着きました。昔刑場があったところです。昔は罪人の首に鈴をつけた。それが森だというのだから、恐ろしい地名だね。それから多摩川を渡りました。奈良茶飯が有名な店で昼ご飯を食べました。奈良の名物を真似した料理です。やじさん、見てよ、あの急死女。去年は痩せていたけど、今は太っている。結婚したのかな。つまらないことを言わないで、早く食べましょう。食べて終わってお金を払っていると、遠くから大名行列が来ました。近くにいる人は、かぶっているものを取って、道の端で土下座をしなければなりません。二人は奈良茶飯の店で、その行列が通り過ぎるまで待ちました。ほら、見て北さん。前の方で荷物を持っている人たち。いいお尻だね。ねえ、殿様もいい男だよ。女中たちがみんな言い合ってるんだろうね。ああ、だから殿様の槍はいつも上を向いているんだな。さあ、行列は行ってしまった。私たちも行きましょう。少し行くと、ちょうど客を下ろした馬がいて、神奈川の宿まで帰るところでした。それで、二人はその馬に安く乗って、神奈川まで行きました。神奈川の飯屋の一つに、すごい美人がいました。二人はその店に入りました。美人は魚料理を持ってきました。この魚、あの美人さんが料理したのかな。顔がいいから料理も上手だと思ったら間違いだね。次からは気をつけましょう。神奈川からちょっと歩くと、お伊勢参りの人に会いました。寄付をお願いします。あなたの分もお祈りします。どこから来たんですか？奥州の鳩山です。行ったことがありますよ。庄屋の与太郎さんは元気ですか？ああ、元気ですよ。あの人の奥さんは、確か女でしたね。ええ、女ですよ。よく知っていますね。あの奥さん、下男と浮気していた。知っていましたか？もちろんですよ。去年駆け落ちしましたからね。ははは、駆け落ちしたか。面白いことを聞いた。よし、食べ物を買ってあげましょう。すると、お伊勢参りの連れの男の子が来て言いました。僕にも食べ物を買ってくれる？
面白い話をするよ。じゃあ話して。面白かったら買ってあげる。ヤジさんが言うと、子供は怒りました。食べ物が先だよ。もらってから話す。面白い。ヤジさん、何か買ってあげてよ。北さんは大笑いしました。そんな話をしていると、保土ヶ谷に着きました。客引きがたくさんいました。客引きは旅人の袖や腕を引っ張って自分の宿へ無理やり連れ込む人たちです。化粧が濃い客引き女が二人の目の前で旅人の腕を引っ張りました。おい、話せ。手がもげる。もげてもいいよ。ここに泊まって。おいしいご飯があるよ。バカ。手がもげたらどうやってご飯を食べるんだ。私たちが食べてあげるよ。嫌だ。話せ。旅人は何とか逃げました。次に僧侶が来ました。ここに泊まって。ほら、こんなに美人がいっぱいいるよ。私は次の町まで行きます。僧侶は客引き女の顔を見て逃げました。次に田舎者が来ました。ここに泊まって。安いよ。本当に？いくら？一人200。安いでしょ？高い。風呂はぬるくてもいい。ご飯は6杯くらいでいい。明日の弁当もこの箱にご飯を入れてくれたら他はいらない。私はいい客ですよ。160でどうですか？ずうずうしい。他の宿へ行って。ヤジさんと北さんはここの宿に泊まりたくなかったから次の町まで歩きました。ねえ、北さん。私は年寄りで、あんたは若い。関係を説明するのが面倒だから、親子だと言いましょう。じゃあ私はヤジさんをお父さんと呼ぶの？いいよ。戸塚まで来ました。ここは客引きがいませんでした。ほとんどの宿の表に大名の名前を書いた札がありました。さっきの大名行列、ここに泊まっているんだ。じゃあ、どこもいっぱいかもしれないね。ヤジさんが宿の人に聞くと、相部屋しかないと答えました。相部屋は嫌だな。次の宿で聞くと、そこはまだ部屋があると答えました。それで二人はその宿に親子ですと言って入りました。美人のおかみさんが晩ご飯とお酒を持ってきました。北さんはすぐおかみさんを口説きました。私と結婚してくださいよ。ねえ、おかみさん。いいでしょ？息子、もう酔っ払ったか。いい加減にしてください。おかみさんは逃げました。お父さんがいるから失敗した。もう親子の縁を切りましょう。北さんがそう言いましたから、ヤジさんは呆れました。その晩は他の部屋からずっとおかみさんが怒っている声が聞こえていました。